はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は JGC 修行を兼ねまして北海道旭川市からベトナムの首都ハノイに旅行に行った動画のパート1です。皆さんハノイ行ったことありますか？私は旅行が趣味なのでハノイには過去1回行ったことあります。ハノイはベトナムの政治文化の中心地であり、ホーチミンに次ぐ約1000年の歴史があるベトナム第2の都市です。パート1の動画では北海道の旭川空港から羽田空港、バスで成田空港に移動してハノイノイバイ空港まで JAL に乗りました。そして配車アプリのグラブを利用してハノイ市内のホテルまで移動した動画になります。 4K 映像かつ20言語の字幕を歯車マークから選択して最後までご視聴いただければ幸いです。はい、今回は北海道の真ん中旭川空港から動画をスタートしたいと思います。ベトナムハノイには2019年11月に行ったのが最後でしたので、久しぶりのハノイおじさん楽しみですね。この日旭川空港は雨が降っていました。この動画を公開する時には旭川空港も雪景色になっていると思います。このエリアは雪がかなり降りますが除雪再生がしっかりしているため雪での欠航率は 1% 以下です。冬、北海道最高峰標高 2291m の大雪山旭岳など素晴らしいパウダースノーでスキースノーボードができるんです。ぜひ旭川空港を利用してほしいと思います。こちらは旭川空港1階 ANA 並びにエアドゥ、そして日本航空 JAL のチェックインカウンターです。私は E チケット控えを持って JAL のチェックインカウンターに行きました。チェックインを済ませた後、2階にあります旭川の人気店エスピリオでソフトクリームを買いました。甘くて美味しかったですね。ソフトクリームを食べた後、保安検査場に行きました。私は保安検査場を抜けた後、搭乗口に向かいました。この時は東京行きのエアドゥ便がありましたので結構乗客が多かったですね。2階にはブルースカイがありました。搭乗まで時間がありましたのでカードラウンジのラウンジ大切に行きました。こちらはクレジットカードのゴールドカード保有者のみ利用できますので一般利用はできません。ラウンジの中の様子です。私はここで搭乗開始時間までゆっくりしておりました。はい、これから旭川空港10時5分発羽田空港行き日本航空 JAL552 便搭乗します。これには優先搭乗の乗客が多かったですね。この日の機種には学内線ファーストクラスの座席もありました。私はレースのパート2番席に座りました。今回登場しました飛行機はボーイング767でした。この機種は国内国際線をカバーする主力の機材として活躍している機種です。飛行機の燃費につきましては久米島の旅行の動画でも紹介いたしましたが、ボーイング767の場合ですと燃料消費量が1時間あたり5850リッターだそうです。飛行機の燃料はケロシンと呼ばれる灯油に近い成分だそうです。現在灯油の価格が1リットルあたり110円くらいですので単純計算して96万円ぐらいかかるんでしょうか。搭乗率が悪かったらすぐに路線撤退してしまうのも仕方ないですね。これから旭川空港を離陸します。徐々に加速していきます。この機種であるボーイング767の離陸速度は約260キロだそうです。北海道の真ん中旭川空港から JAL552 便羽田空港に向けて離陸しました。以前登場しましたボーイング737に登場した際のモニター映像です。旭川空港から羽田空港までの区間マイルは576マイルです。距離は 927km です。この旅行の最終目的地でありますハノイノイバイ空港までは羽田空港から2294マイルありますのでまだまだ遠いですね。今回はクラス J 席に登場しておりましたのでクラス J 席限定のドリンク野菜ジュースを注文しました。私が見ておりました2022年11月号では JAL と長崎の地域航空会社のオリエンタルエアーブリッジがコードシェアをする記事がありました。これで長崎県の対馬に JAL 便で行けるようになりますので一度行ってみたいですね。搭乗開始して
約1時間ぐらいで日本で2番目に大きい湖の茨城県霞ヶ浦付近を飛行しました。雲がたくさんありましたが、湖の大きさを感じていただけたんじゃないかなと思います。北海道の真ん中、旭川空港を出発しまして、約1時間半で無事に東京羽田空港に着陸しました。国内線ファーストクラスの座席に座ってみたいと思いながら機内を出ました。私はスーツケースを預けております手荷物受け取り所まで歩いていきました。手荷物受け取り所まで結構距離がありましたので、再生速度を上げております。羽田空港を利用されている方にはおなじみの風景だと思います。私はスーツケースをピックアップした後、到着出口を出ました。羽田空港から成田空港までの距離は約81キロです。リムジンバスで約1時間20分で行くことができます。高速道路を走行し、東京と千葉の境にあります旧江戸川の橋を渡りますと、右手に東京ディズニーリゾートがありました。おじさん、何十年も行っておりませんが、久しぶりに行ってみたいですね。羽田空港から成田空港までは高速道路がほとんどでしたので、あまり遠くは感じずに、羽田空港第1ターミナルから成田空港第2ターミナルに到着することができました。私はチェックインする前に両替所のレートを確認しました。こちらの両替所は GPA 外貨両替専門店です。こちらで日本円からベトナムドンに両替した場合、2022年11月上旬のレートで1万ドンで67円です。逆に1万円を両替しますと149万ドンです。後で紹介しますが、ノイバイ空港にあります両替所では1万円で約164から166万ドン、ハノイ市内のレートが良い両替所では169万ドンでした。こちらとハノイ市内のレートが良い両替所では1万円で約20万ドン、日本円で約1200円ぐらいの差がありました。私は両替所のレートを見た後、日本航空 JAL のチェックインカウンターに向かいました。たまたま行った時間が空いていたのかもしれませんが、お客さんがいなかったですね。私はファーストクラスチェックインカウンターでチェックインしました。チェックインを済ませた後、レストランフロアに行ってみました。再生速度を上げて紹介しておりますが、いろいろなお店があると思いました。無印良品や銀だこなどもありました。感じるんですが、こちらのポジションボードを見ますとワクワクしますね。出国審査を無事に通過した後、制限エリア内にあります免税店などを見に行きました。羽田空港よりお店が多いなと感じました。3年前にはお土産屋さんに人がたくさんいましたが、この時はほとんど人がいませんでした。私は免税店を見に行った後、日本航空 JAL のラウンジに行きました。成田空港には日本航空 JAL 桜ラウンジとファーストクラスラウンジがありました。会員ステータス別の利用基準についてはご覧の通りです。それ以外にファーストクラスやビジネスクラス、プレミアムエコノミークラス、一部のエコノミークラスの乗客も利用することができます。私はまず JAL 桜ラウンジに行ってみました。桜ラウンジは窓も大きくてすごく開放感がありましたね。ダイニングでは JAL 特製のカレーライスやファーストクラスラウンジでも食べることができない牛丼なども食べることができました。私は桜ラウンジに行った後、日本航空 JAL ファーストクラスラウンジに行きました。 JAL ファーストクラスラウンジの中には寿司職人がいるカウンターもありましたね。椅子も桜ラウンジよりも高級な感じがしました。テーブルに QR コードがあるんですが、それをスキャンすると右の画面から食事の注文やシャワーの予約をすることができます。全てのメニューをお見せしておりませんが、選びきれないほどのメニューがありました。私はせっかくでしたのでかなり欲張って注文したんですが、
黄色の枠のメニューを注文しました。料理が到着する間にドリンクを取りに行きましたが、ワインや日本酒、ウイスキーなどさまざまなドリンクが用意されていました。最初に注文した料理はこちらです。こちらのエビグラタン、美味しかったですね。和食店も頼んだんですが、ご飯がとても美味しかったです。そしてJALのラウンジに行ったらカレーですよね。何回食べても美味しかったです。お寿司は15時からしか注文ができませんでしたので、握り寿司を追加で注文しました。最後に締めでラーメンも食べました。これらの料理をいくらでも食べれるなんて最高ですね。美味しかったです。シャワー室が空いておりましたのでシャワーを利用しました。こちらのシャワー室は羽田空港と同じでしたが、シャワーとリンスも上質でしたし、バスタオルもふかふかでした。ファーストクラスラウンジのシャワー室は空いておりましたが、桜ラウンジだと混み合うと思います。私はラウンジにいたと66番搭乗口に向かいました。66番搭乗口に搭乗開始時刻の30分前に着きましたが、かなり乗客が座っておりました。はい、成田空港18時発ベトナムノイバイ空港行き香港 JAL751 便搭乗開始します。ありがとうございます。私は通路を歩きながらハノイに行ける喜びをかみしめておりました。私が座った座席はエコノミークラスの23系の座席でした。今回登場しましたエコノミークラスの座席には USB 電源がありましたので快適に過ごすことができました。 JAL751 便の飛行機はボーイング787でした。これから成田空港を離陸します。成田空港から JAL751 便ベトナムノイバイ空港に向けて離陸しました。成田空港からベトナムノイバイ空港までの区間マイルは 2294 マイルです。距離は約 3691km です。中国上空を通過してハノイに向かうルートでした。ハノイからホーチミンまでの距離は約 1600km です。私は機内のモニターで地図を見るのが大好きです。前に座席がなかったためシートベルト着用サインが消えてからモニターを見ました。すでに神奈川県横浜市上空を飛行しておりました。この便は18時出発でしたのですぐに機内食が出てきました。メニューはバンコクに行った時と同じメニューでした。2つのメインのメニューから選択することができました。私は今回前回食べなかった赤色の枠で示したメニューを注文しました。香川県小豆島上空付近で機内食を食べました。照り焼きソースのハンバーグがメインディッシュでしたが美味しかったですね。こちらの機内食を食べた後乗せておりませんがハーゲンダッツのアイスクリームも出てきました。ベトナムノイバイ空港までの距離が 1074km、 残りの飛行時間約1時間20分で中国の上空を飛行しておりました。予定より10分くらい早くベトナムノイバイ空港に到着してゆっくり機内から出ました。私は機内から出て入国審査場に向かって通路を歩いていきました。入国審査では搭乗券とパスポート、そして E チケット控えを入国審査官に見せました。その後スーツケースを受け取りに行きました。到着の便は大きいタンザニア空港よりも賑やかな感じでした。この時午後11時ぐらいだったんですが、レストランや両替所なども営業しておりました。ノイバイ空港には何軒か両替所がありました。両替所のレートを確認しておりましたので紹介させていただきます。私は一番レートが良い両替所で了解しました。2022年11月上旬のレートで1万円で166万ドンに両替することができました。
また両替できるお店ではベトナムで使用ができる SIM カードを販売しておりました。インターネットができるデータのみの SIM カードや、それに加えて無料通話もできる SIM カードがありました。 SIM カードの値段はお示ししている通りです。私は旅行に行く前に Amazon でデータのみの SIM カードを480円、無料通話もできる SIM カードを1300円で購入していました。現地で買うよりも安かったですね。私が買いました SIM カードの Amazon の販売ページを概要欄に載せておきますので、ベトナム旅行に行く予定がある方は購入していただければと思います。私はノイバイ空港からハノイ市中心部にあるホテルまで配車アプリのグラブを利用しました。グラブにつきましてはバンコク旅行の動画でも紹介しておりますが、 Uber などと同じような配車アプリで東南アジアの主要エリアでサービスしています。メリットは現地語がわからなくても GPS の位置情報から目的地を検索することができます。また事前に料金が分かり、現金に加え登録したクレジットカードで決済することができます。もし現金で支払いする場合は高額紙幣を使用しようとするとお釣りがないと言われてしまうことがありますので、10万ドン以下の少額紙幣を常に持っておくようにした方が良いと思います。グラブを利用した際にドライバーとの待ち合わせについて紹介します。グラブアプリで英語または現地語で目的地を入力します。その後行き先までの運賃が表示され、予約すると近くのドライバーとつながります。空港など待ち合わせが多い場所ではドライバーを見つけるのが大変ですので、 LINE のようなチャット機能を使って自分の居場所を写真で送っておきますと、ドライバーに気づいてもらいやすくなると思います。私は到着ロビーの外に出て11番の場所でドライバーを待っていました。少し時間がかかりましたがドライバーを見つけることができました。私が今回宿泊しましたハノイパラダイスセンターホテルはハノイ市の中心部にありました。ノイバイ空港からハノイ市中心部までの距離は約26キロです。比べて39万3000ドン、日本円で2400円ぐらいでした。それではノイバイ空港ハノイ市内に向けて出発します。ハノイの街はホーチミンに比べると暗い感じがしましたね。ノイバイ空港を出発して約50分ぐらいでホテルの近くまで行くことができました。私が宿泊したホテルまでは細い路地を歩いていきました。今回私が宿泊しましたハノイパラダイスセンターホテルはハノイ市の中心部ホアンキエム湖の近くで非常に便利な場所にありました。私はこのホテルに3泊したんですが、宿泊代は約3泊で2万円ぐらいだったと思います。写真の撮り方が上手な印象もありましたが、それを差し引いてもロケーションなどを考えるとおすすめのホテルだと思います。部屋に入ったんですがおしゃれな感じの部屋でしたね。とも電圧が 220V でしたが日本の A 型を使用することができます。携帯の充電などは問題なくできると思います。また USB 電源もありましたので非常に便利だと思いました。私は時差などもありかなり眠かったので次の日に備えて寝ました。これで今回の動画は以上になります。ハノイ市の映像を見ながら見にさせていただきます。今回の動画は旭川市から首都ハノイまでハノイ市初日の模様を紹介した動画でした。3年ぶりに成田空港に行けたことも嬉しかったですし、航空国際線に乗れたことも嬉しかったです。日本交通 JAL ラウンジやラウンジに行きましたので良い旅行になったと思います。この市内を様子も動画を撮影したいと思っております。もし撮影した場合にはこちらの動画もぜひご覧いただければ嬉しいと思っております。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。旭川からハノイまでの移動
疲れたな。